今日は春山下がやっております味噌漬け、僕の場合はお魚を白味噌で漬けることも多いんですけど、お肉、いろんなお肉ですね、赤味噌で漬けるという一つの技法を持ってまして、それをちょっと今日は簡単にご家庭でできるような形でご紹介したいと思います。はい、今日は神戸牛使います。お肉はそれぞれ輸入物の赤身のお肉でも結構ですし、もちろん鶏のもも肉、胸肉でも大丈夫ですし、皆さんのお好きなもので、大丈夫です。ただ薄切りだとどうしても浸かりすぎてしまうので、ある程度の厚みが欲しいですね。例えば鶏の胸肉だとそのままのサイズで使うとか、もももちょっとそのままのサイズで使うとか、もし豚肉とかでされる時も薄切りとか切り落としとか使わずに、ある程度これぐらいの厚みがある方がいいと思います。油のところなかなか味が入らないので、油のところは、切り落としてしまいます。もちろんこれ油のところ捨てないでくださいね。あとこれ使いますからね。はい。で、これを漬け汁というか漬け味噌につけていくんですけど、お味噌の作り方だけ、簡単にご説明します。今日は火を入れて練ることもせず、そのまま、生の状態、なので、お味噌の中に入るアルコール飛ばさずにそのまま使えますから、すごく簡単にできると思います。どうしても火を入れたり、してアルコールを飛ばしたりとか、逆にアルコールを残して酸味とか苦味をわざと残すというやり方もあるんですけど、今日もそのまま本当に混ぜちゃうだけなので、ぜひ覚えておいてください。赤味噌、これはもしなければ他のお味噌でもいいですけど、ちょっとどうしても、今日は神戸牛ですし、牛肉ですから油のパンチがあるんで、やはりちょっと力強い方が合いますね、味で。上白糖、これなければ三温糖またはグラニュー糖でも結構です。ただグラニュー糖は少し感じる糖分が低いので、グラニュー糖であれば分量より多くしていただく。逆に黒糖なんかもコクが出てすごく、美味しくなりますが、黒糖の場合は逆に力強いので少し分量それも落としてください。はい。それからこれは、日本酒。日本酒って料理酒ではなくて清酒を使ってください。飲めるお酒何でも結構です。はい。続いてこちらが本みりんですね。みりんもいろんなみりん風調味料とかありますけど、僕の場合は、本みりんを使います。本みりんの方が、量が少なくて済みますし、甘みもまろやかさも出ますし、お肉も柔らかくなるので、ぜひ本みりんを使ってください。それから、これがちょっと春山下風かも分かりません。ポイント1としてここであるのが、赤ワイン。これ赤ワインこれはもう料理でも何でも結構ですけど、もし普段、飲んでる赤ワインちょっと飲み残したやつ、ボトルに残ってるものでも結構です。少し折りが入ってても問題ないので、そういうもので十分大丈夫ですから。はい、それからもう1点、これもまさにうちっぽいんですけど、ニンニク、おろしニンニク使います。おろしニンニクはチューブでも結構ですけども、やっぱりチューブだとちょっと色が変わりにくくなるものが入っているので、少し酸味が出たり苦味が出ているものがある。ニンニク1かけらほどですから、ちょっとおろしてください。これおろす時ね、ちっちゃいもので目が詰まるとかよくあるので、そういう時はアルミホイルを、おろしの上に貼ってもらうと比較的取りやすいです。で、あとは濃い口醤油。材料もこれだけですね。これを、練るというか混ぜるような状態。ちょっとお砂糖が溶けにくいですけど、そこはあんまり気にせずに結構です。大丈夫。後で溶けてきますから。これが本当魔法の液でして、旨味もそうですし、味もつけます。かつお肉自身も柔らかくしますし、お肉の、臭みというか獣臭さも消してくれると。油もあっさり食べれて、まさに万能調味料ですね。はい。でここに先ほどのお肉をこういうふうに漬け込んでください。で昔だとこのまま重りを乗せたりとかタッパーに入れてるんです。そうするとこっち量が多くなっちゃうので、いろんなものをたくさんつけたいですよね。なので、袋に今例えばジップロックでも結構です。こういう家庭で袋でやっていただければいいと思います。ジップロックもね、これご存知かどうか分かりませんけど、入り口をねちょっと反対に向けたりすると入れやすいですね。でもこれぐらいの量で十分つけれてしまうので、このままご自宅でしたら
輪ゴムで留めてもらっても結構ですし、ここ丸めておくだけで空気を少しこう抜くような感じでグッと押さえていただいて、でこうくるくるくるっとしといてもらえる。このまま置いといていただければ十分味が染み込みます。で今ここにお肉つけましたけど、お肉これつけなければこのままここに雑菌が全然入ってない状態なので、通常冷蔵庫で2週間でも3週間でも持ちますから、それぞれ例えば鶏肉つけたりとかラム肉つけたりとかいうものに対してこう袋にこう入れてて少量ずつ使っていくというのも一つのアイデアでございます。36時間ぐらいつけたものが、こちらになります。もうお肉自身の色がもう分かりますかね。先ほどの色はこの色ですけど、もうこれがこういう色に変わってきます。で、これを今日はフライパンで焼きます。フライパンで焼くんですが、通常皆さんが多分ステーキ焼くとなってくるとフライパンの温度を高くして、場合によると、煙が出るぐらいまで温度を上げて、そこにこうジュッと焼く、これが多分ステーキを焼く時の基本だというふうに思われているかも分かりませんが、今日はフライパンを冷たい状態から油を引かずに焼いていきます。なので今火をつけていただいて、最初に弱めてください。ね、味噌漬けはよく洗うんですかという方いらっしゃいますけど、洗わないでくださいね。洗っちゃうとせっかくの美味しいお味噌が流れてしまうので。ただお味噌がついているとなかなか、焼くときに難しいので、できればこういうふうに拭いてあげる、ね、拭き取ってあげるという、残ってても全然問題ないので、こういう状態を心がけてください。はい、でここ乗せます。はい、一切10とも何も言いません。はい、この状態ですね。で蓋はしません今日は。で、最近ではフライパンよく蓋を使って、僕も今ほとんどどれぐらいですかな、もう8割ぐらいは蓋をした状態で調理をするんですけど、これちょっと流行りとかいうのもありますけどね、今回に関しては蓋を一切せず、蒸し焼きせず、十分中の水分を抜いて詰めていくような感じですかね。で、どうしてこれ、ゆっくり焼くかというと、お肉のタンパク質の凝固温度、固まる温度っていうのが、豚とか牛、鶏によってそれぞれ違うんですけど、私たちはそれを表面に強い力を当てて、そこから予熱という方法を使って火を通していくんです。なかなか熱いお肉だと予熱で通すってなかなか難しいんですね。そこで、低い温度でゆっくり時間をかけて、ちょっとこれいつもの感じと大丈夫なのかなと時間もかかります。手間ですけど、これが一つのテクニックなので、これを覚えていってください。であともう一つ、よく焼けてるというと下が焼けてますから、触らない、裏返さない、ここだけ気をつけていただければ結構です。10分ぐらいかな、待ちます。はい、で、ちょっとこれ今パチパチ音がしてきましたけど、あんまり音が強く出てくるようです。もう本当に例えば IH レベル1でも強い時は、そういう時は一旦消してもらうとか、そういうふうな本当に温度を最小に保つようにしてください。こういう感じになります。また同じようにそのままでゆっくりとお願いします。で普通お肉焼くときは、片面焼いて裏返して、もう一回そこからもう一回片面焼いて出来上がりっていう、大体焼肉でも大体常だと思うんですね。でこれは表面に浮いてくるんですよ。こういう最後こういう血じゃないですよ、お肉のね。結局中でタンパク質がぐーっと加熱によって摩擦が起こるんで、水分が逆に上に抜けていくわけです。ずっと普段でものすごく高温でプロセスするから、わーっと触れが大きいから、それあんま感じないんですけど、これ温度が低いからじわーって入ってからじわーっと肉が縮んでってるわけですよ。でぐーっと上に上がってくるんですね。これ裏返しちゃうとこれ全部これやっぱり流れちゃいます。なのでここもポイント。焼けましたとなったら、パッと裏を覗き見て、いい感じですねと思ったら、今度このまま火を止めてください。向きは変えない、フライパンも動かさない、そのまま火だけ消してください。その間に付け野菜を作りましょう。どちらかというとバーッとグラグラしたお湯に入れるんではなくて、これは本当お湯だけで、塩も何も入ってません。よく色止めするためにお水をかけたりあとするんですけど、そうするとどうしても水を吸ってしまうんですね。なのでどちらかというとしゃぶしゃぶにするような感じ
でこれまだ今軸が細いんで今同時に入れましたけど、もうすぐ軸が太い場合だと軸の方から先入れてもらってから手を離していただいてもいいと思います。野菜にとっては沸騰する直前ぐらいでも野菜にとってはものすごく高温なので、もう十分これだけ色出ちゃうんですね、やっぱりね。はい。で大事なことはここでしっかり水を切ってやると。熱いですから気をつけてください。先ほどの焼いてるような周りのくちゅくちゅした油とか、これ全部もう中のこの辺の水分もう落ち着ききってます。全然でこれはどういうことか、ただ冷めてませんから気をつけて。加熱することで中の水分がこういう水と水がこういう分子が加熱してここの摩擦してものが沸騰したりというプロセスなんですね。だからよくあるのがあったかいうちにこうやってやってるとこの動いてる状態の中でパーンと切っちゃうんで、よく血だって間違う人がいるんですけど、わーっと流れちゃうのはこの水分のプロセスがバーッと動いてるのにパーンと切っちゃうから、これが止まりきらずバッとで、これが少し温度を休ませてやって冷ましてやることでこの動きがだんだん止まるということはもう冷めきってるんですけど、これが速度が遅くなってゆっくり動いてる時にパーンと切るとそれだけドリップが出るのが少ないです。これ今上にこれだけ水分保ってます。これ先ほどひっくり返していない。断面見てこれは見てください。ほらしっかりと火が通ってます。しっかりと火が通ってるんですけど、もともと通してる温度が低いのでお肉が硬くなってません。で少し風味をつけてあげるためにオイルと、お塩を少しだけアクセントで足していきます。うまみ足すためにマカダミアナッツのお塩、これフレーク状のお塩ですね。で少し上にかけてやるとこれ味が入ってますけど、ちょっとこれだけは食べで、あとちょっと僕らよく周りにね少し散らしてあげるとお好みによってパラパラっとつきますから、これで味のアクセントができます。はい、完成です。